にちは、トランスです。今回からはフレッシュリーフロステッドを紹介します。フレッシュリーフロステッドはパズルゲームなのですが、アクション性は全くありません。ですが、軽快な動きと音楽で楽しめます。序盤や新しいギミックが増えた時の紹介は分かりやすく、日本語へのローカライズもよくできています。一応シナリオもあるのですが、基本的には工場でドーナツを作ります。画面のように入り口から出口まで道筋を指定するパズルです。そして完成したら実際に工場のラインを動かしてチェックします。成功しました。なんだ簡単じゃんって思ったでしょ。でも12の季節に分かれている各ボックスの終盤はかなり難解なものが含まれています。このゲームのいいところはデザイン、色使い、明るい音楽、そして雰囲気です。欠点を挙げるとするならば、プレイしているとお腹が空いてくることではないでしょうか。トランスはあまり調理系のゲームをプレイしません。料理が苦手なのもありますが、すぐに食欲が湧いてしまうからです。いろんなドーナツが出てきます。トッピングには順番があって、それがパズルを構成する一つになっています。この順番は統一されていますので、ルールそのものはとても分かりやすくできています。ゲームメーカー様の繁栄あってこそのトランス動画です。ですので、全部のステージを投稿することはしません。全種類のトッピングを使用しているステージを紹介します。トッピングは必ずこの順番で行い、途中を抜いたりすることもありません。このゲームは12個のボックスが1つのシーズンになっています。最初のボックスは春です。このようなボックスが12シーズンあります。ですので、シナリオ的には3年間があります。ですが、単純に春夏秋冬というわけではありません。ドーナツの形もボックスのテーマに合わせて変わったりもします。ステージ数は 12×12、つまり12ダースで1グロス、144のステージがあります。ボックス1だけ見ていると単調なステージが続きそうですが、決してそんなことはありません。トランスの頭脳では一つのステージで1時間悩むことも何度かありました。アクションではないので、正解例をインターネットで探せば誰でもプラチナトロフィーを取得できるという安心感はあります。さて、次の夏のボックスでは入り口と出口が複数存在してきました。パズルが好きな人ならば、この先に待ち構えているステージが簡単ではないことを感じると思います。それは作られるバリエーションのパターンとステージが広くなった場合のことが容易に想像できるからです。ですが、実際にはその想像の上を行くギミックが用意されています。先のステージですが、トランスには一つだけ説明不十分と感じるギミックがありました。それが日本語へのローカライズが原因なのか、メーカー側の説明不足なのか、やはりトランスの理解力が低いのかは分かりません。皆さんは納得いかない場面に出くわしたら攻略動画を参考にしてみてくださいね。さて、画面は複数の入り口と複数の出口と種類の異なる完成品が求められるステージです。でもまだまだ優しくて、入り口の数と出口の数と完成品の種類数が同じです。もっと言うと、通路が交差したり合流や分離していません。ほら、こんな説明を聞くとパズル好きの血が騒ぐでしょ。というわけで、ちょっとだけ先の方のステージをお見せします。春、夏と来たので、秋のボックスを紹介します。秋の夕暮れでしょうか。
ハロウィンのようなドーナツですが、甘くはありません。ここまで到達するのも大変なのですが、ここから先はさらに新しいギミックが行く手を阻みます。とは言っても、各ボックスの序盤はチュートリアルみたいなものです。これは交差点の信号機のようですが、交互に進むというルールがあります。道が入り組んでくるとよくわからなくなりますが、今回は合流や分岐もなく、ただ十字に交差しているだけなので簡単です。次は別のパターンです。今回は一本道が交差します。トッピングの順番は決まっているので、交差点をくぐり抜けるしか手はありません。まあ、範囲も狭いですし、オレンジ、青という順番で通る必要があるので、答えが導きやすいです。ですが、片方が一つ通過するまで、もう片方が通過できないというルールがこの先問題になってきます。次の問題あたりから難しくなりそうですね。もっともトッピングの順番は覚え込んでいるので、交差点が1箇所ならそんなに時間はかかりません。さて、それでは冬のボックスを見てみましょう。雪の結晶のようなドーナツですね。トランスはお腹が空いてきました。このゲームを動画に選んだことを後悔しています。さあ、テレポートが出てきました。しかも一つが二つに増殖します。質量保存の法則から逸脱しています。ちょっと食欲が失せました。このステージはチュートリアルみたいなものなので、とても簡単です。ですが、後半のステージは難易度高いです。ゲームとはいえ、物理法則から著しく外れたものは、直感で理解することが難しくなります。このギミックに他の条件が加わると、確実な推理ができなくなり、無駄な時間を取られました。あと、正解しているルートなのに失敗宣言されたりします。そのまま続ければ良いのですが、知らないとリセットしてしまいます。さて、最後のボックスを少しだけ紹介します。ここはスタート地点から全ての種類のドーナツが出てきます。それを仕分けして適切なゴールへ導かなくてはなりません。これは面白いギミックだと思います。さあ、答え合わせをしてみましょう。いかがでしたか？次回からはトロフィーの障害になりそうなステージを攻略していきます。お楽しみに。